不朽の名作ファイナルファンタジー7のクラウドストライフがついにプラモ化。 PS 版ビジュアルをもとにデザインされ、懐かしくもありエモーショナルなクラウドを今回はウェザール。どうもダーティーです。今回はファイナルファンタジー7の主人公クラウドを制作していきます。いつものロボット系じゃないので悩みながらの制作でしたが、仕上がりは果たして。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1、組み立て。今回は簡単にですが中身をご紹介していきます。まずはランナーなんですが、小さいランナーが丁寧に個包装されていましたね。で、並べるとこれぐらいで割と少ないですね。顔のパーツは3種類がプリント済みです。紙のパーツはかなりトゲトゲしいです。茶系のパーツ、ガントレットなどのシルバーのパーツ、特徴的なバスターソードも刃先はかなりエッジが立っていて、模様もしっかり再現されていますね。ハンドパーツは左右4種セットで、素材は軟質な PVC ですね。では作っていきます。まずはニッパーでランナーを少し残してカット。その後型番ニッパーできれいに2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。めっちゃかっこいいですよね。紙のパーツ分割も秀逸で、クラウドの特徴をしっかり再現された仕上がりになっています。角度によっては合わせ目は気にならないですね。ボディパーツの組み立ても見ていきましょう。少し細かいパーツはあるのですが、最小限で可動性と色分けの両立したパーツ構成になっていました。スクエアエニックスのプラモは初めてでしたが、パーツの噛み合わせも良好で組みやすいですし、関節部分は POM か ABS 素材のものが用意されていて、塗装派にも配慮された設計になっています。で、5月にはセフィロスの発売も決まっているので、これはぜひ2体並べたいですし、ティファとかバレットのパーティーメンバーのプラモカーも期待したいですね。という感じであっという間に完成です。めちゃくちゃ完成度高いですよね。バスターソードも背中にマウントできる仕様になっています。各所見ていきましょう。頭部は角度によって合わせ目が見えますが、ほとんど気にならないですね。左肩は片当てがついてますが、右肩に合わせ目があるのと前腕も少しあります。足は前後からの挟み込みなのでパックリと合わせ目があります。ズボンのシワは左右で違うので自然な仕上がりですね。膝裏に関節が見えます。で、サイズ感の比較で H 字のガンダムマーク2です。仕上がりは19センチでガンプラでいう MG サイズなんですが、線が細い分そこまで大きい気がしないですよね。バスターソードもしっかり保持してくれますし、各所に可動軸がついていて、しっかり好きなポーズにできます。適当にポージングさせても見栄えするこのかっこよさですね。フェーズ2、パーツ処理。ではパーツのゲート跡のやすりがけやパーティングラインの処理をしていきます。特別な処理としては、バスターソードの模様の部分を毛書き針でなぞってマイナスエッジ部分にしっかり溝を作っていきます。これでパーツ処理は終了です。フェーズ3、塗装。では金属系のパーツを塗装していきます。バスターソード、片当て、ベルトのバックル、ガントレットですね。これらをガイアカラーのガンメタルで塗装します。こちら塗装後ですね。黒い仕上がりですが、金属粒子によって光の反射でシルバーにも見えるいい塗料ですね。次にバスターソードの柄の部分の塗装です。ブラウンを使います。筆塗りでささっと塗っていきますが、完全に塗りつぶさないようにしていきます。こんな感じにまだらな仕上がりで OK です。次にブラウンに少量の黒と赤を足して塗っていきます。これぐらいの赤茶色にしています。
これも先ほどと同じように塗りつぶさないようにまだらに塗っていきます。塗り終わりです。黒かった部分は完全に発色しないので黒っぽい感じになっていますよね。次は下出るカラーのアイアンブレイカーを使います。先ほど彫り直したバスターソードの模様部分にシルバーの墨入れをしていきます。少し水で薄めた塗料で溝をなぞって塗料が乾く前に綿棒で拭き上げていきます。もし塗料が落ちにくければマジックリンできれいに拭き取れるのでそちらを試してみてください。左側が作業後ですね。しっかりシルバーの墨入れができているのがわかると思います。次はガントレットに同じくアイアンブレーカーを薄く塗っていきます。重力方向に筆目を入れていきます。筆目を入れることにより金属感が増します。仕上がりはこんな感じです。肩アーマーにもザザッとランダムな感じで塗っていきます。少しドライブラシに近い感覚ですね。特にこのボルトの溝にはしっかりめにしています。次はブーツのジッパー部分やグローブやベルトの金具部分を塗っていきます。そしてバスターソードの刃の部分にはスーパーファインシルバー2をマスキングしてエアブラシで塗装します。仕上がりはこんな感じです。これで塗装は完了です。フェーズ4ドライブラシ。エナメル塗料のダークコッパーでドライブラシしていきます。今回の制作で唯一ウェザリングらしい工程がこれですね。で、まずは肩アーマーから。先ほどアイアンブレイカーでシルバーに塗った部分にダークコッパーで金属の使用感を足しています。次にガントレットをバックルと作業をしていきます。縁の部分にうっすら塗料が乗っかっているのが分かりますよね。フェーズ5シェード。下出るカラーのシェードカサンドライエローを紙に塗っていきます。塗料は水で薄めずそのまま塗っていきます。影になる部分を塗りたいのでしっかり紙の根元の方まで塗っていきます。塗り終えれば綿棒を水につけて軽く吹き上げていきます。優しく吹き上げないと溝の部分の塗料まで触れてしまうので優しくです。吹き上げ後はこちら。しっかり陰影がついているのがわかると思います。次はボディのパーツにカルロブロッククリムゾーンを塗っていきます。茶色のパーツは外しています。で、ここからは吹き上げなしの塗りっぱなしで OK です。仕上がりはこんな感じに。ズボンのパーツはドラッケンホフナイトシェードを使います。同じ紫色のシェードではつまらないかなとブルー系のシェードカラーにしました。次に茶色のパーツにアグラックスアースシェードを塗っていきます。で、シルバーで塗り分けをした部分も気にせずそのまま全体を塗っていきます。ハンドパーツの PVC に塗れるのかもわからないまま塗装しています。仕上がりはこんな感じで革製品っぽい仕上がりになりましたよね。次はバスターソードの刃の部分にナルンオイルで刃筋を書き込んでいきます。使うのはガイアノーツさんから出ているストレーキング筆です。少量のナルンオイルを筆先につけてさっと線を引いていきます。2回ぐらい重ねるといいと思います。で、この塗料乾くと艶消しになるので塗っている間は少し見にくいですがだんだん黒い筋が見えてきます。刃物っぽくなりましたよね。そして柄の部分にもナルンオイルを薄く塗り広げていきます。乾くとこんな感じにぐっと使用感が出てきますよね。最後にこの生身の肌の部分を水性塗料の半光沢のトップコートを拭いておきます。ファイナルフェーズ完成。それではサクッと組んで頭をつけて、では完成です。どうぞ。
では比較です。今回は簡単な部分塗装や金属製のものの質感表現がメインで情報量をプラスしました。もともとのキットの出来がいいので、そこに陰影表現を足したりするだけで十分かっこいい仕上がりになりますよね。ではアップです。今回は主に下出るカラーのシェードを使用して ABS などに影響の出ないようにしました。それでも質感としてのテクスチャー表現がしっかりできますし、何度も言っていますが使用感として見て取れると思います。で、今回のウェザリングは汚すというよりかこの使用感を出すというような作業をしました。大きなカテゴリーで言えば立派なウェザリングに入るだろうと思い、冒頭でもウェザルと言わせてもらっています。どこから見てもかっこいいですよね。それしか言ってない。いかがだったでしょうか。今回は FF シリーズの名作7よりクラウドストライクを簡単仕上げで制作しました。技術的なことはほとんどなく、誰でも簡単に再現はできると思います。特に金属系のパーツだけでも作業するとぐっと仕上がりが良くなります。で、お値段少し高いかなと思ったんですが、それ以上にいい出来なのでそこも全然ありかなと思いました。この動画を嫁さんに見られて高いわって怒られそうなんですけどね。で、この動画が良かったと思ったら高評価、ハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。